闇のやり込みプレイヤーあかねちゃんやで、付き添いの葵です。前回はストームクロークに加入して、ウィンドヘルムを平和にしたんやったが、お姉ちゃんがいなければ最初から平和だったんだよな。今回も引き続きスカイリムに平和の輪を広げていくで、言ってることとやってることを一致させてくれ。前回後、コルバニャンドで尖った王冠を回収して、今はバルグルーフにウルフリックの斧を届けに来たところやで、バルグルーフの返答次第では戦争に突入する、緊迫した状況やな。戦争不可避ですねこれは。衛兵はあらかた片付けたけど、イリルスは不死属性持ちやから。バルコニーからポインするで、ひどい。ついでにフロンガルもポイで。よし、これで不穏分子を排除できたから落ち着いて会話できるな。まだ最大の不穏分子が残ってるぞ。でバルグルーフやけど、ミルムルニルを倒すまで内戦の話をしてくれんから、先にそっちを進めるで。今じゃブリークフォール墓地でドラゴンストーンを回収して、ドラゴンズリーチまで帰ってきたで、ここでフロンガルと敵対してまうのは、まあ予想通りなんやけど。エルフィンとも敵対してしまったんよな。セットエッセンシャル13478ゼロ。それやるとメインクエストが積むからな。じゃあどうするの？よし、よし。ファレンガーにドラゴンストーンを渡すとイリルスが乱入してくるんやけど、あれ、襲われないね。どうもこの時点で味方判定になっとるみたいで、襲われることはなくなるで。おう、ただドラゴンの報告に来た衛兵が敵対するから倒しておくで。かわいそう。何をしたんだ？監視塔を攻撃しているのか？よくやったぞ。こいつら誰と話しとるんや。どの口が言うんだ。今度ミルムルニルを倒したら、ようやく内戦クエストを進められるで。ようやくだね。早く返事してほしいんやけど、あれ、またイリレスと敵対してる？ウルフリックの斧を渡したらまた敵対してしまったんや。ミルムルニル戦の間だけ味方になるって処理なのかな。まあこいつらに翻弄されるのもこれが最後や。斧さえ受け取れば、あとはこいつらを追い払うだけやからな。思ったんだけどさ、帝国軍に入ってればこの時点でイリレスたちと味方になれてたんじゃないの？それは当然の疑問やな。ストームクロークに入ったのはちゃんと理由があるんやけど、まあそれは後で説明することにするで。本じゃウルフリックに斧を返してホワイトランを制圧するで。ほい、これがストームクローク制圧後のホワイトランの姿やで。あれだけ騒がしかったのが嘘のように落ち着いとるな。お姉ちゃんが騒がしくしてたんだよな。それはともかく、ストームクロークの領地を広げていけば、襲われずに済む町が増えるっていうのは確かみたいだね。この調子でどんどんスカイリムを平和にしていくで。おう、そういえばストームクロークに入った理由やけど、帝国側でホワイトランを防衛しても、イリルスが敵のまま残り続けてしまったんよな。そうなんだ。イリルスはホワイトランの衛兵とはまた別の派閥なのかな。それはわからんが、ドラゴンズリーチに入るたびにリディアと喧嘩を始めてまうから、さすがに邪魔やからソリチュード送りにさせてもらったで。だから、ストームクロークに入る必要があったんだね。ドラゴンズリーチは割と立ち寄ることもあるし、このグリッチを使うなら内戦はストームクロークに入るべきやな。で、ちょっと気になることがあるからバナードメアに入るで。気になること？ああ、やっぱりか。あれ、ウスガルドと敵対してる。ウスガルドはホワイトランの衛兵と派閥を共有しとるっぽくて、敵対するんやないかと思っとったんやけど、やっぱり敵対したで。それでどうするの？皇帝の声で落ち着かせてから、殴り合いで味方にするで。でも殴ったら鎮静解除されちゃうよね。大丈夫なの？そこは出たとこ勝負やな。もし殴り合いで味方にできなかったらどうするの？その時はうちなりのやり方でバナードメアの平和を守るで。やる気ですねこれは。ほい、殴り合いに勝利したで、楽勝だったね。まあウェアウルフと吸血鬼の王のバフを残しとるわけやからな。で、殴り合いに勝利したら無事に仲間にできたで、よかった。敵対する相手でも殴り合いが可能なら味方にできる。これは重要な情報やな。殴ると鎮静は切れるけど、敵対するわけじゃないのは助かるね。で、他に異常がないかホワイトランを歩き回っとったんやけど、酔いどれハンツマンのエルリンドルと、グレーメーンの家のアブルスタイン・グレーメーンの2人が敵対して舞うみたいやな。意外と敵対するキャラ多いんだね。エルリンドルは商人やし投資家のパークで金握らせればどうとでもなると思ったんやけど、言い方、投資家の対象がいらしくて、金を渡すことはできなかったで。じゃあどうするの？ NPC の目の前で鎧を落とすと、譲ってあげるイベントが発生することがあるんやけど。
発生条件がわからんから狙って起こせるわけやないんよな。打つてないみたいだね。とりあえず今はこのまま放置しておくしかないな。アブルスタイングレイメーンの方は戦争中行方不明中クエストに関わる NPC で、多分クエストを進めれば有効度を上げられると思うんよな。長くなるから今はやらんけど、そのうち試してみるで。で、同じ地域のリバーウッドも歩き回ってみたんやけど、ファエンダルと敵対してしまったで。そっか、狩人だから敵対しちゃうんだ。幸いファエンダルはクエストで味方にできるから、さっさとクエストクリアするで。これってもしスベンの方を仲間にしてたらどうなるの？その場合はファエンダルが永遠に敵として残り続けることになるな。まあ戦力的にもファエンダルの方が強いし、ファエンダルを仲間にするのが無難だね。あとはホットとジャルビュールの家の、ホットも敵対してしまったで。なんで？まだ検証しとらんけど、木こり全般とも敵対してまうのかもしれん。ただ木こりなら薪を渡せば有効度上がるからな。そこまで問題にならんやろ。だといいけど。で、デルフィンやけどスリーピングジャイアントでもやっぱり敵対したで。よしやろう。いややらんから。意外やったのは、オーグナーとも敵対してしまったことやな。どういうこと？詳しくはわからんが、デルフィンの敵と敵対する設定なんやろうか。これはメインクエストを進めれば解除されることを期待するしかないな。結構予想外の人と敵対するね。まあそのための検証やしな。それもそうか。本じゃクエストの検証はここまでにして、ここからはシングリッチの紹介の続きをするで。前回はウェアウルフか吸血鬼の王、どちらか片方のバフを残すところまでやったんだったね。今回は変身時のバフを聖職者や血虫の兜で強化する方法を紹介するで。まずは聖職者を取った状態で同時変身してみるで。ほい、変身完了やな。前回言わんかったが、同時変身中はショートカットキーからメニューを開けるで。じゃあウェアウルフで魔法装備したりできるの？魔法はモーションがないから使えんが、シャウトなら使えるで。それはともかく、有効な効果から変身時のバフを確認するで。本来は見ることができないバフやから表記がおかしなことになっとるが、一番下の数値が実際の上昇量やで、ちゃんと聖職者で 1.25 倍になってるね。吸血鬼の王のバフが強化されるのは A として、本来やったらウェアウルフのバフは聖職者で強化できん。ウェアウルフになったら吸血鬼治っちゃうもんね。せやから事前にアンデッド残存バグを起こす必要があるで。具体的な方法は聖職者アンデッドになる方法っちゅう動画で紹介しとるからそれを見てくれ。条件を満たすと二度とできなくなるテクニックなので注意してください。で、メニューを開けるということは、変身中の装備変更も可能ということや、これを利用すれば、変身時のバフを血虫の兜で強化することが可能になるで。ほんじゃ実際にやってみるで。まず血虫の兜をお気に入りに登録して、お気に入りメニューからホットキー登録するで。コントローラー操作ならカーソルを合わせて方向キーの右か左の長押しでホットキー登録が可能や。そしたら同時変身を発動して、このくらいのタイミングでホットキーを押して血虫の兜を装備する。で、ここでもう一度ホットキーを押してまた血虫の兜を装備するで。あとは有効な効果でバフの数値を確認すれば。ほい、聖職者と血虫の兜両方で強化されて 1.56 倍になっとるで。でもタイミングが限られてるからちょっと難しそうだね。まあその辺は慣れやな。猶予は結構あるから慣れれば安定して成功させられるで。あまり早く入力しすぎると失敗するから、変身後少し置いてからホットキーを押すのがコツや。注意点として、血虫の兜は必ずホットキーから装備せんとあかんで、PC 版ならメニュー開けるんだし、そっちから装備した方が良くない？ウェアウルフや吸血鬼の王のバフは変身してから数秒後に発生するんやけど、この数秒後っちゅうのは現実時間に依存しとるんや。せやから変身直後にメニューを開いてゲーム内時間を止めても、バフの発生を遅らせることはできん。なるほど。ホットキーから装備しないと間に合わないわけか。急いで操作すれば間に合わんこともないが、難易度が上がるだけやからおすすめはせんで。本じゃまとめに入るで、クエストの検証はホワイトランを制圧して、地域住民について調査したな。衛兵との敵対は解消されたけど、敵対したまま残っちゃったキャラもいるね。まあもともと問題のあるグリッチやと分かっとったし、衛兵と敵対しないだけでもよしとするで。グリッチの紹介は、変身時のバフを聖職者と血虫の兜で強化する方法までやな。ただ今回の内容はあくまで数値を上げるだけであって、グリッチの本質とは関係ないで、
最強を目指すなら必須ではあるけどね。次回やけど、クエストの検証は内戦クエストクリアまで進めてまいたいな。グリッチの紹介は、次回からいよいよ本質的な話に入るで。本質的。今回までの内容はあくまで前提知識であって、新しいことはそんなにしとらんからな。次回からが本番や。ここまででも十分濃かったのにまだ前提知識なのか。そういうわけやから興味があったらフォローチャンネル登録よろしくやで。いいね高評価もお願いします。ではまた次回。